found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、色のシリーズなんですけど、はい、3色編が、大団円を迎えまして、はい、もう先日終わりましたね。終わりました。はい、なので、なんともう色ないじゃんと、いうことなんですが、4色ちょっと、はい、手出してみようかと。なるほど。4色っていうのがあるんですよ。まあ、ありますね。ありますよね。なんで、4色は、かなり枚数が少ないです。そうですね。ほぼない。そんなにないですよね。そんなないんですよ。もう数が限られてて、はい、もう何体って決まってる中で、今回は特別に、C16、はい、C16 というセットがありました。構築済みのセットですよね。はい、あったみたいです。結構前です。16ですから、ね。16ですからね。はい。その時の4色のデッキをご紹介するという形になります。はい。これから、4色の逃走者を始めようと思ってる人におすすめの逃走者、今回は5選になります。そうですね。各色の抜きがあるからね。はい、そう、各色の抜きで1個ずつ抜いて5個選んできました。はい、選んできたっていうか、ほぼもうそれしかねっていう。まあ、C16 ぐらいからね。あるからね。はい。まあ、順番に行くんですが、最初は緑抜き。緑抜き。はい。はい、緑抜きですよ。はい。のカード C16 の逃走者は、エーテディウム造物師ブレイヤー。言いにくいですね。緑抜きです。はい、緑抜き。なんとこいつ再録されたんですよね。あ、そうですね。再録されてましたね。はい。こいつ緑抜きで能力説明させていただくんですが、4マーです。はい。緑以外の4マーです。はい。の、44のクリーチャーで、場に出た時、飛行を持つ青の11の飛行機械のアーティファクトトークンが2体出ます。はい。まず場に出た時2体出ると。もう一緒に、だから実質66みたいな。確かに。はい。で、2マナでアーティファクトを2つサクると。はい。その出てきたトークンでもいいですし、はい。何かのアーティファクトを2つサクると、3つから1つを選択できると。はい。はい。1個が、プレイヤーかプレインズウォーカーに3点のダメージ。はい。で、もう1個がクリーチャー1体をマイナス4修正。はい。で、5点のライフを得る。この 3択の1個を選べると。はいはいはい。なるほどなるほど。まず、まあこれ結構 C でも、有名な逃走者でして、はいはいはい。無限ブリンク無限マナで勝ってるんですよ。まあダメージを飛ばすことができる能力を持っているからってことですよね。そうですね。はい、この場に出た時クリーチャーが出て無限マナになれば無限ブリンクすれば、はい、ダメージ飛ばせて勝てるじゃないですか。そうですね。はい。それがいわゆる C のやつなんですが、はい、今回はカジュアルに、はい、考えてみたんですよね。なるほどなるほど。はい。まず輝ける歩く彫像みたいな、はいはいはい、有名なアーティファクトシナジー、はい、アーティファクトシナジーなんですよね。はい、なんか若葉のトライアドのアーティファクト版みたいな、はい、普通に各アップキープでアーティファクトがどんどん出てきて、アーティファクトがどんどん展開できるみたいなカードとか、はい、ありますよね。まあありますね。まあこの色緑抜きはなんかアーティファクトのシナジーがかなり強いですよね。まあ、緑がアーティファクト嫌いだから。確かにアーティファクト嫌いですからね。あいつらは。はい。はい。アーティファクトかなり強化されて、で、フィニッシュはアーティファクトを並べて、まあ、こいつの能力使えるじゃないですか。はい。だから普通に3点ダメージ与えることはあんまないですかね。逆に。まあ逆にないかもしれないですね。マイナス4は結構ありそうですよね。で、5点ライフも結構あると思うんですよ、正直。まあ、結構腐らないですよね、この5点ゲイン。結構染みると思うんですよ。はい。で、それで、まあ、展開していって、戦っていって、最終的には、いざ動けっていうようなカードがあるんですが、はい。これは超過で動き出すんですよね、アーティファクトが。全員が魂込められる。魂込められる。はい。で、それのいいカードがありまして、サイバードライブの起動者というカードがあるんですが、はい。6マナの44飛行のクリーチャーで、はい、これでない全てのアーティファクトクリーチャーがまず飛行を持ちます。おお、なるほど。まあ、まずその時点で、まあ、ちょっと相性良さそう。良さそうですよね。はい。で、場に出た時、チップで誘発で魂込めです。なるほど。全てのアーティファクト。はい。これ良くないですか？だから全員魂込め&飛行ってことですよね。そうです、そうです。かなりいいじゃないですか。これでフィニッシュできますんで。はい。まあ、そんな感じで、こいつは勝ってくるんでしょうね。はい。こいつの未来を想像しますと、はい。未来は、省略します。4色だからね。4
4色の未来はもうアーティファクト強くなるでしょうから、はい。強くなると思います。はい、他の4色も基本的にまずもう入るカードがいっぱいはい今後出るはずなんで、4色は未来強くなります。はい。次は白抜きということで、はい、白抜きですね。白抜きです。白が抜かれているということで、白以外の4マナになります。はい。大渦を操るものイドリスになります。はい。イドリス。はい。白以外の4マナで、5-4トランプルです。おー、でかい。結構4マナ5-4トランプルですからね。まあまあやりますね。で、戦闘ダメージを与えたら、手札から唱える呪文が属性を持つと。ああ、なるほど。はい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 。こいつはですよ。はいはいはい。こいつがプレイヤー一人に戦闘ダメージを与えたら、このターン、属性を持つということで、はい。まあ、単純に通ればいいですから、うん。通った後の呪文が全部属性を持つので、はい。例えばどんなカードが入るかって言いますと、例えば大渦の放浪者みたいな。まあもう単純に属性が2回みたいな。属性してめくれていけばいいと。うん。で、いいですよね。あとは5マナぐらいのチューハッティをいっぱい入れて、はい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 。あとなんか血網神のエルフみたいな。まあこれも単純に強いですからね。もう属性してめくれて属性してみたいなことも可能ですし、はいはい。でまあそれで結果ファクトがめくれても。結構1マナランプしてる状態で読書してるんで、うんうん、まあ結構いいと思うんですよね。はいはい、マナファクトとかめくれてもいいと。はい。だから横にどんどん展開できるような感じになるんじゃないかなと。なるほど。で、1枚いいカードを見つけてきたんですが、はい、コール・フォース・ザ・テンペストというカードで、うん、8マナ赤のソーサリーで、まず属性をしますと。はい、属性。で、あなたの対戦相手がコントロールする各クリーチャーに、対戦相手ですよ。はい。このターンあなたが唱えたこれでない呪文のマナ総量の合計に等しいダメージを与えると。はい。めっちゃ与えますよね。これ、ほとんど、ね、ラスみたいなものじゃないかなと。相手だけラスで属性ついてる。そう。いや、相当やりますよね、これ。これフィニッシュいきますよね。いけると思いますよ。で、楽しそうですよね。はい。だからそんな感じになるんですかね、この色は。うん。はい。これマナファクト2回めくれたらすごい悲しいですね。まあこいつの未来はまあ4色ですんで、はい、割愛させていただきます。はい。で次の色に行きましょうか。はい。次の色はですね、青抜き。青抜きです。青嫌いですよね。いやいやいや、青が好きなんで、青抜きが嫌いだと。青抜き4色は不当のサスキアというカードになるんですが、はい。まず青抜きの4マナで、はい、4マナ。3-4です。3-4。で、警戒速攻。まあ、なかなかですね。はい。で、出るに際し、プレイヤー1人選びます。はい。あなたがコントロールするクリーチャー1体が、プレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、はい、その点数に等しいダメージをそのプレイヤーに与えると。最悪だ。最悪ですよね。最悪だ。選ばれたくない。これ大変ですよね。大変ですね。これ、どんなカードが入るかって言いますと、はい、例えば2倍エンチャみたいな。はいはいはい、これ普通に2倍すれば、誰かにダメージ与えたら、はい、そのダメージの2倍がその人に飛んでくと。うん。2倍が2倍だと。はい、4倍だと。もう、やばいですね。やばいですよね。この手の反射系は2倍とは相性いいですからね。はい。で、そのまま、なんか、これはライオンさんが発見してくれたんですが、はい、ライラ悪山みたいな。はいはいはい。反コンクリーチャーが誰かにダメージを与えたら、うん、そのダメージが誰かに、その選ばれたプレイヤーに当たって、うん、で、その分、ダメージ2倍回復すると。はい。反コンがちゃんと機能するテキストになってます。それが与えるってことですからね。そうですね。はい。反コンも2倍だと。うん。これ結構やばいですよね。結構やばいですよ。で、これを僕が発見したんですが、このふわまきというカード。これも最悪なんだよな。これ、倍出るに際し、プレイヤー2人選ぶんですよ。はい。で、その選ばれたプレイヤーにダメージを与えられたらもう1人が食らうということで、はい。例えば A が選ばれました。はい。B、に与えます、はい、で B と C がふわまきだったら、はい、B に与えたら C に与えてで A に与えるみたいな。要は3人ともに飛ぶってことですよね。最終的にめっちゃいいですよね、これ相性。めっちゃいいですよね。はい、まあそんな感じで、ダメージでおそらく、はい、勝つんでしょうという形になるんですかね。そうですね。はい。で、この色はそんな感じになります。はい。未来はご想像にお任せします。はい。で、次の色に行きましょうか。次は黒抜きです。
黒抜き。はい。黒抜き結構人気なんですよ。おー、なるほど、なるほど。何体かいるんですね。この4色のカード。ああ、4色がそもそもってことですね。はい。で、その中のこの C16 のカードを選ばさせていただいたんですが、はい。メレティスのキナイオスとティロ。言いにくい。カタカナだらけ。で、黒抜きの4色4マナで、はい。28です。28。おお、はい、なんか面白い一冊ですね。確かに。すごい守備的ですよね。はい。こいつあんま死ぬことはないんじゃないかなっていう感じですかね。火力とかじゃ死なそうですね。うん。で、あなたの終了ステップの開始時に、まず自分がカード1枚引きます。はい。で、各プレイヤーはそれぞれ自分の手札から土地を1枚出していいと。で、その後、そうしなかった各対戦相手がカードを1枚引く。はい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 。ということで、まず自分はドローが1枚確定してて、はい、土地出してもいいですよと。はい、で、相手は土地出してもいいし、出さなかったらドローしていいと。はい。つまり、みんなドローしようという。そうですね。はい。これ、1枚引くなんで、はい、出せなかった人は強制ドローですね。なるほどそこは重要なんですよね。大事かもしれない。これは、いわゆるお互いドローしていく。ようなデッキになってまして、楽しいですね。カジュアルだと結構お互いドローあり得るんですよね。いいですよね。はい。なんか吠えたける鉱山みたいな、ジーンの鐘みたいな、でどんどんお互いドローしてって、ハイマール落書き屋っていう、最近加わった新参者、これ引くとライフを失いますよというカードもありますよね。そうですね。結構探せばあるんですよ。はい、あります。何枚かあるんですよ。それで引いてってダメージちょんちょん食らわしてってみたいなことをして、この2代目ドクターっていう、お互いドローで一番有名な、有用といいますか、よく使われてるのは、こう青白の4マナの24のドクターでして、これ終了ステップに引いていいんですよ。で、引いたプレイヤーは、各対戦相手は、あなたがコントロールしてるパーマネントを攻撃できないんです。はいはいはい。これ、あなたやですよね。あなたや。自分もですよね。そうです。はいはい。で、攻撃できないんですよ。はい。でも攻撃できないだけでドローできるんだったら、みんなドローしちゃうんではないかな。だから結構これよく使われてるんですね。で、お互いドローしてきまして、最終的にはそのマナがどんどん伸びてきますんで。まあそうですよね。毎ターンだって、引いて土地出してやってるわけですから。そうですよね。どんどんでかくなって、最終的にはビッグマナで弾ける力とか。ああ、もうこういうの打っちゃえと。打っちゃったりとか。あと、空想の書物っていう、面白いアーティファクトがあるんですけど、これ、ミルできるんですよ。見る？なるほど。相手の手札の数分見るできるっていう。じゃあ相手が手札いっぱい頑張り溜め込んだら、これで見るできちゃうの。そうです。これ結構カジュアルだとミルで負けることよくあります何回かミルで負けたことありますなので、まあ、そんな風に勝ち筋はあるんじゃないかなと。こいつの未来はまあでかい呪文とかまあお互いとも単純に増えますからね。相性いいから増えると思っていいと思います。ご想像にお任せするという形で、で最後はなんと一番人気の赤抜き、この赤抜きが実は一番この結構全ての逃走者の中で一番人気があるのはこいつなんじゃないかという。まあかなり人気高いですよね。高いです。ホーム間の声アトラクサ、昔の方のアトラクサですね。7マナの方じゃない。7マナの方じゃないこうやって赤抜きの4マナの44で、飛行警戒接し反根、強いですね。スタッツが結構やばいんだよね。反抗っていうのは実は結構しみるっていうね。接種もなんだかんだ嫌ですからね。戦闘したくない。確かにめっちゃ強いなこいつ。で終了ステップの開始に増殖を行う以上ですという、こいつがめっちゃ人気だと。まあ増殖ってみんな好きだよ。で例えばどんなカードが入るかって言いますと、まあ普通に感染ですよね。まあ感染は相性いいでしょう。感染のクリーチャーを並べてって盤面を強固にしてって、でカウンターを乗っける呪文とか、もうあるでしょうし、例えばこのアッセンヤ一家の流星っていうカードがあるんですが、終了ステップの開始時にあなたがコントロールしている各クリーチャーの上に11カウンターを1
1個置いて、あなたがコントロールしているプレーンゾーカー、各プレーンゾーカーの上にそれで中精度カウンターを1個置く。はい。当然、クリーチャーの上に1個乗っけて増殖して、クリーチャー強くなりますし、さらになんとこのプレーンズウォーカーの奥義に行きやすいという。そう、プレーンズウォーカーと相性いいんですよね、このジェネラル。そうですね。で、そう、一番いい相性のプレーンズウォーカーっていうのがいまして、潜伏工作員アジャニ。はい。これは結構最近ですね。裏切り者が。ミドシロのアジャニ、ちょっと感染してるアジャニ。感染してるのかな。感染ですね。そういう意味4マナのアジャニでして、で、奥義がですね、なんと、クリーチャーかプレインズウォーカー呪文を唱えるたび、対戦相手1人にドッグカウンターを2個置く。はい。やばいですね。もう奥義決まったらもう終わりですね。終わりですよ。終わり。加えてその乗った毒も増殖しますからね。もう奥義までいけば勝てると。もう勝ちでしょう。これが中性度カウンター4でプラス1で打って増殖して。で、次のターンには奥義だと。打ちちゃう。はい。やばいですね。はい。まあそんな風にして勝っていくんでしょうと。はい。いう形になりますかね。うん。で、まあそんな感じで、すべての4色の当事者紹介し終えました。はい。はい。以上、4色だったんですけど、いかがだったですか？やっぱ4色ってなると、はい。派ですね。結構豪快ですよね。豪快ですね。それぞれで尖ったことを結構がっつりやる。しかもなんか地味にスタッツ高いみたいな。だ4マナですごい高速が激しいから、スタッツが高いんですよね。そうなんですよね。当事者やる上で4色って結構手を出しづらいというか部分あるかもしれないんですが、そこまでいくとあれなんかやってみたいなと思うぐらいのすごいいい能力なんですよね。はいはいはい、そうですね。はい。統率者向けにかなりスラえてる、いい能力なんじゃないかなと。まあ統率者デッキの収録ですもんね。そうですね。だからかなりおすすめなんで、やってみてくださいという形になります。はい。そんな感じで終わります。はい。高評価お願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。はい。あとハイプもお願いします。はい。あとコメントに入りそうなコメントお願いします。はい。はい。今回の動画は以上になります。おしまい。